どうも、おはこんばんちは、えそらです。今回の内容の流れです。ということで、揺れ物解説第2弾です。すでにご覧になってもらっている通り、私が一肌脱いで、揺らし方を解説していこうと思います。たわわに揺れるといえばやはり父としいでしょう。太ももや二の腕もさりげに揺らしています。今回はトレーニングウェアを着用したので、YouTube 的に無条件全です。それでも少しだけエッチな感じがしますが、至って真面目です。揺らし方といっても色々あるのが CG の世界。今回はウイグル2というアドオンを使ってボーンを物理演算で揺らしていきます。第1弾はクロスシミュレーションで揺らしていますが、それと比べるとエラーも少なく、比較的簡単に設定できると思います。動画後半には実際に私が設定したウイグル2の各項目も載せてますので、参考にしていただけると嬉しいです。それでは行きましょう。まずは、ウイグル2をインストールするところからです。このアドオンは外部から追加になりますが、無料なので安心してください。GitHub からダウンロードできるので、制作者様に感謝しながらポチッと、ウイグル2ってググればすぐに見つけれると思いますが、念のため概要欄にリンクを載せておきますね。ちなみに通常のアドオンは、ZIP ファイルのままでもインストールできることがほとんどだと思いますが、ウイグル2は中に入っている uigur2.py というのを指定してインストールするので、ダウンロードできたら ZIP ファイルを解凍しておきましょう。次にブレンダーを起動して、編集、プリファレンス、アドオン、インストールから、先ほど解凍したフォルダ内の uigur2.py を指定します。これで読み込みされるので、uigur2 にチェックを入れたら設定完了です。ウイグル2の準備もできたので、早速揺れを設定していきます。その前に、キャラクターに簡単な動作を設定しておきます。止まっているだけだと、ちゃんと揺れているのか分かりづらいですし、揺れの設定調整するたびに手動で揺らすのも面倒なので、最初に動作を設定しておくと、再生ボタン一つで確認できるのでおすすめです。ちなみに今回から動画で使用する私のモデルを更新しました。以前よりもう少しアニメ風にしたかったのと、ボーンの入れ方の調整だったり、マテリアル設定も適当で、まだまだ更新する予定ですので、そこも楽しみにしていただけると嬉しいです。揺れを設定するボーンは、ボーン、スウェイというコレクションにまとめているのと、髪の毛のボーンは、体と別のアーマチュアで管理しています。試行錯誤の段階ですが、髪型変えたり、これを素体に別キャラ作ったり、管理する上で、こんな感じだとやりやすいのかなっていう分け方にしてます。とりあえずこんな感じの動作を設定ができました。0から40フレームは、デフォルトの T ポーズのまま停止させています。物理演算処理を一度安定させる目的で、ここの区間を設けています。40から60フレームで、今回の動作ポーズに移行するようにします。60と100フレーム目は、同じキーフレームで設定しているので、61から100フレームを繰り返して必要な動作を抽出します。この時点で服や髪の毛が貫通してしまっていますが、揺れ設定をしてから調整していこうと思います。下準備もできたので、早速胸から揺れを設定していきます。ちなみにここからは、PC スペックによっては処理落ちしてしまうことがあるので注意しましょう。揺らしたいアーマチュアのポーズモードに入ります。揺らしたいボーンを選択したら、ビューポート右側のアニメーションタブをクリック。ウイグル2のシーンミューテッドをクリックして、ボーンテイルにチェックを入れます。すると各項目が設定できるようになるので数値を調整します。ウイグル2のアドオンは UI を日本語に設定していても、ところどころ英語のままになってます。ちなみに、ステフというのは硬さの項目になります。隠しパラメーターの役割はこんな感じになります。コツとして、重力は1のままだと上や横を向いているボーンが垂れ下がったままになったり、髪の毛のように微妙にカールを保持したいボーンもストレートになったりするので、今回みたいなキャラクターに設定する場合は、低めに設定すると良いかもです。最終的な揺れ方は、ウイグル2の設定以外にも、ボーンの連結数やウェイトペイントの具合にも左右されます。ウェイトペイントまで並行して見ていくのは大変なので、一旦こんな感じのテストデータで、各種数値やボーンの連結数でどう揺れ方が変化するかを見ておくと良いかもです。ということで、設定した数値で胸を揺らしてみます。やはり感応します。揺れは偉大。ちょっと柔らかすぎなので項目を少し調整します。調整も簡単です。こんな感じで良いでしょう。次は尻を揺らしていきます。
また胸と同じように各項目を設定しても良いですが、胸の項目をコピーしてみます。まずは尻ボーンを選択した後に、設定済みの胸ボーンをどれか一つ選択します。グローバルウイグルユーティリティースのコピーセッティングス2セレクテッドをクリック。これで設定がコピーされるので、必要に応じて項目を設定しましょう。同じ要領で二の腕と太ももにも設定した状態になりました。胸以外はあまり揺れていませんがこんなところでしょう。せっかく揺れを設定したので、もっとわかりやすく揺らしたい気持ちもあると思いますが、やりすぎには注意です。次に髪の毛の揺れを設定します。こちらは体の方とそのまま同じようにやると、こんな感じに髪の毛が突き刺さってしまうので、一つ設定を追加します。コリジョンの設定です。体をそのままコリジョンに設定すると、このレベルのモデルでも形状が少し複雑なので、体のメッシュから必要な分だけコピーして、別オブジェクトに分離します。コピーしすぎたと思ったら、ここでも少し面を削除します。調整したら全体を少しスケールで大きくしておきます。ウイグル2の方でも衝突距離の調整はできますので、ここはケースバイケースでいきましょう。こんな感じで顔の方も用意しました。目や口等の不要な形状は削除して簡素化しています。ちなみに顔はいくら表情を変えても、顔の形はあまり変わらないし、顔自体が変形する設定にしていないので、メッシュ構成は変えましたが、体の方は動作に追従してほしいので、メッシュ構成は変えていません。こうしておけば体の動きにも確実に追従してくれます。今回はコリジョンに設定するオブジェクトが2つになったので、コリジョンというコレクションにまとめておきます。少しカバーしきれていなかったので少し大きめになりますが、最終的にこんな感じでコリジョンオブジェクトを用意しました。髪の毛ボーンのポーズモードに入り、動かすボーンを全て選択し、体と同じように設定するのに加えて、コリジョンの項目をコレクションにします。その下の項目に先ほど用意したコリジョンコレクションを選択します。コリジョン項目も設定しますが、半径の数値を大きくしすぎるとおかしな挙動になりやすい気がするので、基本的にはコリジョンオブジェクトのスケールで対応した方が良い気がしています。摩擦、バウンス、スティッキーは0から1で設定する項目なので、直感的にやりやすいと思います。髪の毛は前髪や後ろ髪で長さ、つまりボーンの連結数も違うので、すべて同じ設定値だとコントロールが難しいので、場所によって設定値を変えていきます。一通り設定が終わったら動作チェックをします。肩のあたりに触れているボーンが少し暴れていたので品質を5に上げました。ボーンが暴れている場合は、最初からすでにボーンがコリジョンに干渉している、もしくはめり込んでいる、形状が複雑で処理しきれていないかのどちらかが多いと思います。今回は干渉はなさそうだったので、品質を上げて挙動を安定させることができました。今回の設定項目一覧です。実際にはウェイトペイントの具合だったり、ボーンの連結具合で揺れ方は変わります。なので、毎回この数値をコピペというわけにはいかないと思いますが、参考になれば幸いです。今回は少し髪の毛が刺さっている箇所もありますが、完全になくそうと思うと、ノウハウというか、高い技術力だったり、もしくは処理を重くしてでも複雑に計算させるとか、とにかく、ここからはどこまでやるかの問題になってくるので、今回はこんなもので良いでしょう。ここまでで揺れの設定は完了となります。あとは揺れを安定させたい、もしくはレンダリングで動画にする場合は、ウイグル2の設定をベイクする必要があります。ベイクすると Y フレームにキーフレームが打たれるのですが、そのベイクするときにノンリニアアニメーションというものが関係する設定が出てきます。それの理解を深めるために、ここから動作パターンを一つ追加していきます。ノンリニアアニメーションのことを十分理解されている方は、次のチャプターにジャンプしても問題ない内容になっています。ちなみにこれとは関係ないのですが、概要欄にタイムスタンプを載せてチャプター機能をつけているんですが、どうやってもタイムライン上に反映されないんですよね。もし解決方法を知ってる方がいらっしゃれば教えていただけるととても嬉しいです。ちなみに今回は、揺れ物設定の話がメインなので、ここの説明は駆け足でいきます。序盤に少し触れましたが、0から40フレームでデフォルトの T ポーズ、40から60フレームで構えに移行して、60から100を繰り返すことで構えを表現しています。この動作を T ポーズと構えに分割するために、まずはドークシートのところをアクションに変更します。そしたらここにアクションが1種類だけ登録されていると思うので、一旦ここをクリックして複製します。そのままドークシートに戻って、0から40フレームの動作を削除して、残りの T フレームを移動して0から始まるようにします。
そしたらまたアクションに移動して、このアクション名をスタンバイ000という名前にします。ここをクリックしてフェイクユーザーをオンにして、登録したアクションが消えないように保護します。そしてストリック化をクリックします。するとキーフレームがなくなったように見えますが、ウィンドウ切り替えでノンリニアアニメーションにすると、こっちに移動してきています。こうやって作成したアクションごとに管理して組み合わせたりできるのです。こっちに動作を移動するとロークシートは開くので、また新たにキーフレームを打って別の動作を作成します。こうして新たに作成した動作を同じように、スタンバイ001という名前でストリック化しました。デフォルト001は T ポーズになっています。デフォルト000もありますが気にしないでください。これらの各動作を移動したり、ブレンドしたり、リピートしたりして掛け合わせていきます。ストリック化した動作もアクションを選択、右クリックからのストリップアクションの調整を開始。ショートカットはタブキーで、緑の状態のままドークシートに戻れば再編集も可能です。ここまで来たら次は Wiggle2 の設定をベイクします。ポーズモードに入って、ベイク Wiggle タブを展開。現在のアクションを上書きか、カレントアクション 2NLA にチェック入れてから、ベイク Wiggle をクリック。これで完了ですが、いくつか注意点というか、私がつまずいた箇所があるので共有しておきます。まず一つ目に、チェックを入れる項目の意味ですが、現在のアクションを上書きはそのままの意味でキーフレームが上書きされます。ノンリニアアニメーションを使わずにやっていると、気軽にベイクできる反面、ベイク前の状態に戻すのが難しくなります。カレントアクション 2NLA の方はアーマチュア上の既存のアニメーションを、ノンリニアアニメーションストリップに移動します。どちらにもチェックを入れないと、揺れのキーフレームだけベイクされて、動作そのもののキーフレームは削除されてしまいます。今回は事前にアニメーションをストリップ化済みなので、どの状態でベイクしても同じ結果が得られると思いますが、カレントアクション 2NLA にチェックを入れておくのが、基本的には安全かと思われます。ただ、NLA、何それ状態だと意味がわからなくなってしまうと思ったので、今回はノンリニアアニメーションの説明も入れさせてもらいました。2つ目は、ベイクしないとレンダリングに反映されないということです。逆にレンダリングする予定がなければ、ベイクする必要はないということにもなります。ただ、ベイクしていない状態だと、再生するたびに計算されるので、動作が安定しなかったりします。3つ目は、ベイク時に表示しているボーンを、再生、レンダリング範囲内にのみベイクするということです。非表示にしているボーンに Wiggle2 の設定をしていてもベイクされませんし、レンダリングしたい範囲より手前からベイクをしないと、必要な部分の動作が安定しません。4つ目は、ベイクをやり直したい場合は、Wiggle Frozen After Bake の横の氷マークをクリックでリセットできるということです。ただし、キーフレームは残るので完全にやり直したい場合は、ベイクされたキーフレームも削除する必要があります。最後に、ベイクはアーマチュアごとに行うので、複数アーマチュアに設定してある場合はそれぞれでベイクを行います。今回は体と髪の毛でアーマチュアを分けていますので、それぞれでベイクを行っています。以上が注意点ですが、ベイク自体は簡単にできるのでクリックしたらあとは PC の処理を待つだけです。これで動作が確定しましたので、あとは体が貫通している部分を調整して完成です。最後に揺れのありなしの比較を鑑賞しながら、いやー、やはり揺れって偉大ですね。ちなみにクロスシミュレーションで揺らすのと比較すると、やはり簡単でした。ただ、今回のやり方だと外力の影響で揺らすのが難しそうな気がします。まあ簡単に言うと、胸を揉む表現とか難しそうですね。人々の営みの表現は難しいということです。逆に、そういった表現をしないのであれば、今回のようなボーンを揺らすやり方がやりやすいと思います。今回は Wiggle2 というアドオンを使いましたが、他にも色々なアドオンがあります。それでも今回使ってみた感じ、Wiggle2 はかなり良さげでしたのでおすすめです。今回の動画はいかがだったでしょうか。少しでもお役に立つことができていれば光栄です。コメントや高評価していただけると今後の励みになってとても嬉しいです。チャンネル登録なんてしてもらえたらさらに喜びます。ということで、ここまでご視聴ありがとうございました。では次回の動画でまた会いましょう。